皆さん、こんにちは。ときまるです。お元気でしょうか、This is everything I own 2025年ということで、今日は私の持ち物66個ですね、のアイテムをすべてパッキングしていくという動画です。去年もちょうど同じくらいの時期に、持ち物パッキングをしています。そして実は2023年もやってるんですね。なので、このパッキング動画は3回目になって、この3年間の結構経緯というか、自分の持ち物の流れがわかるようなものになっています。自分の記録的な意味合いが強いんですけども、2年前の小屋暮らしをしていた時は、まだスーツケースを使ってました。なのでスーツケースとバックパックに詰めている様子が伺えます。そして去年はこのホワイトボックスにも来てるんですけど、去年からワンバックワンライフスタイルになって、ただバックパックがデイブレイクですね。で、より日常寄りというか、旅向け、日常向けみたいなセッティングになっています。で、そして今年の大きな違いは、やっぱりハイキングギアがまた増えてることですね。で、ハイキング系の道具が増えて、去年の55個から今年66個というアイテム数になっています。で、ちょっといろんなアップデートがあって、大きく変わったのは、バックパックが変わったっていうところと、それに伴うハイキング系のギアがちょっと増えているっていうところです。で、今回紹介するアイテムは、消耗品とか家財系ですね。家に置いておけるアイテムみたいなものは省いています。で、バックパック一つで全て持ち運べる容量、分量のもので自分が持っているもの全てということになります。で、ざっくりとどういうアイテムがあるかを見ていきながら、その後実際に詰められるか、パッキングを試していきたいと思います。で、今回は時間的に全てのアイテムを紹介することはちょっとできないんですけど、自分の持ち物リストはですね、僕のメンバーシップのコアの方で共有してますので、もし興味がある方はそちらもご覧ください。で、いつものことながら、持ち物は数じゃないってことをね、言ってるんですけど、ただ僕はね、便宜的にっていうところと、あと自分の記録、逆にそのものを買いすぎないために、増やしすぎないために、持ち物をあえてカウントして、で、自分の中でこれくらいの分量が適量だっていうことをいつも考えています。で、やっぱり道具好きっていうところもあって、道具っていうのはその人の生活とか、その時代によっても変わってくるものであって、自分の生活とかですね、アクティビティによって活動によって変わってくるところがあるので、常にね、快適に暮らせるようなアイテムを探しながらアップデートしています。こういう動画をね、もう3年も続けてるっていうのがびっくりですね、自分でも。でもやっぱり昔の動画をちょっと見返すとやっぱ面白くて、こういうもの持ってたんだとか、この時まだ多かったなっていうのを実感したりとか、で、今回もすごいね、やっぱ並べてみるとね、物の多さがわかるんですよ。で、自分はそのワンバックワンライフっていうスタイルを最近取ってるんで、このバックパックに収まらないものはもう自分にとって不要なものだと。自分の身の丈に合っていないっていう考え方をしていて、自分の体一つでですね、すべてのものを持ち運べるような、そういうライフスタイルを目指しています。で、並べてみると本当に多い。で、まだね、家で使ってるものも、この辺にね、ヨガマットがあったりとかね、するんですけども、あとベッドのマットレスとか、炊飯器あったりとか、で、そういうものを省いてるんですけど、ただこれがあれば、だいたい最低限生活できるし、だいたい基本的にバックパックの中に私がいつも詰めてるようなアイテムになっています。それでは、ざっくりアイテムを見ていきましょう。もうね、いつものことながらね、並べるの大変なのよ。で、こういうことばっかりやってるから、こういうことばっかりやってるからね、暇だからやれるんだけど、私は。はい、じゃあこの辺からいきます。でね、今私が着てるのは、ショーツを着てます。ショーツと、いつもの、ヒアネスのウール T シャツを上に着てるので、それは外してます。その衣類の2つは外していて、それ以外が並んでるって感じです。はい。で、まずこの辺りは、バックパックとハイキング系のギアですね。で、このバックパックは最近というか去年新しくして、コンターの35という35リットルのモデルです。ウルトラライト系のバックパックではあるんですけど、自重が 490g ぐらいしかなくて、そのパッドとかステイが入ってないので、バッグ自体の自重がものすごく軽いです。で、一応キューベンファイバーというね、素材を使っていて、これ自体が防水素材になっているので、雨も大丈夫っていう風な感じ。で、結構容量が拡張できるので、僕みたいに
こう山道具以外じゃなくて自分の生活用品すべて持ち運ぶっていう感じにするには、この35リットルっていうのは結構適してるのかなと。今は結構これがフィットしているなと思っています。で、ハイキング系のギアなんですけど、これがキルトですね。キルト。寝袋です。で、こちらがパッド、スリーピングパッドですね。インフレータブルの空気を入れて膨らますタイプのものです。で、こっちの方がコンパクトにできるので、私はこれを使っています。それからここにあるのがテント。ハイパーライトのミッドワンというモデル。だいたいスリーピングギアはそんな感じです。で、この真ん中にあるのが、荷物紹介、過去にもいろいろしてますけど、私は基本的に3つの袋をバックパックの中にいつも入れていて、その中で身の回りのアイテムが入っているようなものです。紀ノ国屋オリジナルジップウォレットとかね、あと唯一持っているペリカンのペンとか、あとはエマージェンシーキットとかヘッドライトとか、そういう身の回りで使うようなものが入っています。あと免許証とかね、そういうカード系もね、入れてますね。続いて、この辺が衣類になります。まずね、上から、あれはパタゴニアのパフですね。もう夏はほとんど使わないんですけど、ただね、山ではテント泊の時はね、たまに寒い時来たりするんで、必要です。で、パッカブルになっていて、いつもは畳んでないんですけど、今回ちょっと撮るために折りたたんでみました。よく内ポケットが入ってて、そこにまとまるタイプのものですね。で、その隣にあるのがキャップですね。キャップとハットになります。で、私いつもワンカテゴリーワンアイテムって言って、一つのカテゴリーにつき一つのアイテムしか持たないっていうことをね、そういう実践をしてるんですけど、今回はね、ちょっとね、悩んでるんですよね、これね。キャップとハットっていう、上半期のベストバイに入れたアイテムなんですけど、ちょっとね、またね、微妙に用途が違ったりとか、あまりにも暑すぎるから、結構防止の頻度が上がっていて、それで防止で楽しむためっていうか、そういう感じになってて、今ちょうど夏っていう季節もあって、帽子を2つ持ってます。ダブってます。はい。で、このあたりは、こちらがロングスリーブ T シャツですね。大和道の、メリノフーディーかな。メリノフーディーです。で、こちらがシェルである、ヒアネスの NU ジャケット。これもレビュー動画上げてます。はい。で、おなじみの5ポケットパンツ。もうね、これしか履いてない。本当に。最近はショーツが多いんだけど、もうね、これ一本だけでやってるんで、最近トキマリストの方々にね、このチャンネル見てくださってる方とか、僕のメンバーシップのメンバーと話す機会あるんですけど、結構ね、みんなね、5ポケットパンツ使ってるんですよね。もうね、これ制服みたいになってるね、本当に。で、それからこの辺はおなじみのヒアネスのドライウール T シャツです。で、今もう一枚着てるのがもう一つあるのと、あとはヘインズの T シャツですね。これは室内でのヨガの練習着として使っています。あとパジャマにしたりとか、しています。綿 100% でね、着心地がいいです。で、このあたりはシューズですね。私が持っているフットウェアです。ビボベアフットのプライマストレイルニット。それから、これもね、もう最近履きまくっている、ルナサンダルズのベナードというモデルです。今日も朝走ってきたよ。本当に。走ってきて、洗ってきた。ちょっとね、綺麗。いつもね、もう泥でガンガン汚して、汚してるけど、今日綺麗です。で、この辺行きますか。はい。で、この辺は衛生系のアイテムが入ってますね。歯ブラシとか、トゥースペーストとか、あとはちょっとウェットタオルみたいなものとか、で、浄水器、ソーヤの浄水器、で、予備のガイラインとかが入っています。で、こちらは私が使っている唯一の食器類です。はい。エバニーのチタンカップ。で、中にバーナーとライターが入っています。で、これだけで、全ての食事を家でもやっています。で、こちら、いつも私がネスカフェゴールドブレンドを飲んでいる、ファイヤーキングの D マグですね。はい。これ60年代のヴィンテージで、もうこれも好きですね。もうこの色合いとね、わかりますかね？このミルクガラスって言うんですけど、絶妙な色でね、で、ちょうど220ミリぐらい入るんですよ。180だったかな。で、ネスカフェゴールドブレンドを飲むにはもう最高の口当たりというか、ガラスの。
うん。なんかずっと、まあちょっとガラス製で重いんだけど、まあ大体入れてますね。これもね、持ってってますね。はい。で、この辺が、私の制作ギアになります。で、MacBook の13インチ Pro を使っていて、もうこれ結構古いんですけどね、M1 の2代目かな。M1 になって割とすぐぐらいに買い替えたモデルで、まあそろそろ買い替えのタイミングが来てるんですけど、まあちょっとね、もう粘れるまで、これで頑張ろうかなと思って、うん、まあでもそんなに、問題なく、処理も問題なく使えていますね。で、ケーブルとチャージャーあって、で、こちらが、ウォーターボトルですね。はい。エヴァニューかな。エヴァニューのウォーターボトルで、山に行くときは必ず持っていきます。で、1.5リットルです。で、これに加えて大体まあペットボトルの、ボトルをね、一つ入れることが多いですね。500から700ぐらいを追加して、大体2リットルぐらい。まあ場所と時期にもよるんですけど、持ち運ぶようにしています。で、まあ制作ギアはこんな感じで、その前にこれ、こっち紹介してないね。これ手ぬぐいですね。まあ、汗拭きタオルにしたりとか、バスタオルにしたりとか、もうあらゆる用途に使います。で、この下にあるのがソックスと、下着です。はい。でも夏場はね、ほとんどね、着ないかな。もうサンダル履いてると靴下もいらないから、ほとんど夏場は使ってないですね。で、このあたりがまあ制作のギアになっていて、まあいつも私が YouTube 撮ったりとか、仕事したりとか、動画撮影したりとかで使っている、まあ、ソニーのカメラです。α7S3 です。にレンズは1本だけ、1635の F4 使ってます。で、ロードのマイクですね。マイクを使っていて、で、あとは SD カードの、2テラかなをだいたい作業用に使ったりしていて、で、こちらは JITS の三脚です。トラベラーという三脚。一番 JITS の三脚で軽いモデルですね。まあ、軽いといってもまあ 1.2 キロぐらい雲台合わせてあるんですけど、ただやっぱりまあ三脚は撮影で必要なので、これはね、持ってますね。で、あとはまあチャージャーと、こちらがモバイルバッテリーと、予備のカメラのバッテリーみたいなものが入っています。はい、大体そんな感じです。それではパッキング行ってみましょう。それでは始めていきます。用意スタート。本当はね、まあ登山のパッキングとは違うんですけど、今日はちょっとデイリーに持ち運ぶスタイルっていう感じかな。この辺からだいたいいきますね。結構全部入るか不安があるね、実際。もうね、テントとシュラフだけでだいぶね、場所取るんですわ。衣類を先に打ち合います。ギリギリだな。はい。終了。なんとか入りました。はい、ということで、なんとか、収まりました。割とパンパンですけどね。ただね、まあ、前回多分7分ぐらいかかっていたんですけど、今回まあ5分ぐらいでいけたかなと思います。まあ、細々としたものを、もうすでに、袋に詰めていたってことは大きいですね。なので、まあ、パッキングといっても、まあ、詰めるだけの状態だったので、まあ、これくらいのスピードに収まりました。で、まあ、シューズは、まあ、一つは履くとして、で、あとはこれを背中に背負って、
歩いていく感じです。でね、片手にこのヨガマットを、なんとか持てるかなぐらいの感じで、いつもヨガマットの持ち運びは結構悩まされるところはあるんですけど、ただやっぱりヨガの練習はね、どこに行ってもしたいのでね、なるべく持ち歩けるように、他のものをね、すべてバックパックに詰めるようなスタイルにしています。はい、ということで、2025年の Everything I Own、私の持ち物すべてのパッキング紹介でした。またね、来年、そこまで続いてるかわかんないですけど、この YouTube をね、来年どうなっているかをね、ちょっと年に1回ぐらいは、このようにすべてをパッキングする動画を作ってみようかなと思います。皆様も良いバックパックライフをお過ごしください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。